皆さん、こんにちは、レンです。今日も元気にしていますか？私は今日は日曜日だったので、朝からコーヒーを飲みながら日本語の勉強方法について考えていました。最近、私も英語を勉強しているんですが、改めて思ったんです。聞くことはできるけど、話すのって難しいって。皆さんも日本語を勉強していてこう思ったことありませんか？日本語で話しかけられた時、言ってることはわかるのに自分ではうまく返事ができない。あれ、頭が真っ白ってなってしまう。私も英語で全く同じ経験をしました。聞いて理解できるのに話そうとすると言葉が出てこない。すごく悔しかったんです。伝えたいのに伝えられないって。じゃあなぜこういうことが起きるのか。まずは皆さんに伝えたいのが、これは外国語副作用と呼ばれる現象なんです。外国語副作用とは、外国語を話そうとすると頭がいっぱいいっぱいになって考える力が弱くなってしまうことです。だから聞いて分かってもとっさに言葉が出てこない。これはみんなに起きること。だから心配しなくて大丈夫です。そしてね、こんなエピソードがあります。もし誰かに日本語で将来の夢は何ですかって聞かれたら、私はすぐにたくさん答えることができます。そう、例えば日本語を世界中に広めたい。多くの人に日本の文化を知ってほしい。もっとたくさんの国を旅行したい。とかね。でも、こんな風にどんどんアイデアが出てきます。なぜなら、日本語は私の母語だからです。小さい頃から自然に使ってきた言葉だからです。でもこれが英語になると、もし英語で What is your dream for the future? って聞かれたら、I want to go to travel とか I want to go abroad とか I want to teach Japanese more とかみたいに、なんかすごくシンプルでね、短い答えしか出てこない。本当はもっとたくさん伝えたいのに、英語で話すことに一生懸命になって頭の中がうまく回らなくなってしまいます。これが外国語を話すときに起きる大きなハードルなんです。そしてさらに、私が英語を話すのに苦戦した理由はもう一つあります。それは練習不足。日本では TOEIC という英語のテストがすごく重視されています。リスニングとリーディングが中心で、そもそもこのテストにはスピーキングがないので、スピーキングを勉強する人はあまりいません。だからリスニングとリーディングはたくさん勉強したけど、スピーキングはあんまり勉強しなかったんですね。そんな私がアメリカに行った時の話です。最初の1週間、英語で考える、英語で話すってことができなくて、すっごく苦労しました。英語で話しかけられても、わかるのに何も言えない。やばい、話せないって毎日焦ってました。でも、1週間が経った頃、だんだん英語で考えられるようになったんです。英語で聞いて、英語で話して、英語で理解する。そう、頭の中で 100% 英語になったって感じ。だからアメリカにいる間は英語でどんどん話せるようになりました。難しい言葉もポン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 自然にね出てくる。でも日本に帰ってきてから周りは全部日本語の世界。当たり前ですけど。そう。で、すぐに頭も 100% 日本語に戻ってしまって、また英語を話すのが難しくなりました。これも外国語副作用です。皆さんも日本語を理解できているのに話せないって感じるのはきっとこの影響なんです。そしてもし日本語でスピーチしてくださいって言われたら、準備してしっかり考えることができますよね。時間もあるから。
私も英語でスピーチしてくださいって言われたら、日本語で考えてから英語に直して、そしてスピーチができます。でも突然その場で英語で話しかけられたら、考える余裕がなくて何も言えなくなる。これがリアルタイムで話す時の難しさです。でも大丈夫。心配しなくていいです。みんなこの悩みは同じなので、私にも起きていることです。そう、だから焦らなくても大丈夫。悩みすぎなくても大丈夫。じゃあどうしたらいいのか。私が実践しているのは独り言のトレーニングです。生活の中で使う言葉を独り言でトレーニングしていきます。例えば車を運転しながら、お風呂に入りながら、料理をしながら、今日は天気がいいなとか、これからジムに行こうとか、一人でどんどん日本語で話します。自分の脳を日本語にします。とにかく日本語で考えて言葉にする。これがスピーキングを高める一番の近道です。それからもしできるなら AI と日本語でチャットするのもすごくいい勉強になります。私も英語でね AI とチャットします。チャットは考える時間があるし、書くことはアウトプットになります。そして間違えても恥ずかしくないし、優しく直してくれるから続けやすいです。語学の勉強って楽しいことばかりじゃないですよね。辛い時、くじけそうになる時もある。必ずあります。でも皆さんがこれまで頑張ってきたこと、毎日今コツコツ続けていることは必ず絶対に力になります。すぐに結果は出なくても確実にあなたの中に積み重なっていきます。そう、だから絶対に諦めないで。必ず日本語を話せるようになります。私も一緒に頑張ります。そしてもし日本語の勉強で辛くなったら、苦しくなった時、このコメント欄で相談してくださいね。私はできるだけ全部のコメントに答えるようにしています。あなたは一人じゃありません。一緒に日本語の勉強を楽しんでいこうね。今日のお話が少しでも役に立ったら、ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。